ついに Apex 4が日本発売されました。皆さんこんにちは、さくらんです。ようやく私の手元に Apex 4が届きました。ずっと気になっていたので使ってみるのがめちゃくちゃ楽しみです。早速開封してレビューしてみたいと思います。今回開封するのはこちらです。これが Apex 4。こちらはセットで付属されてきた交換用スティック。Apex 4の外箱はこんな感じです。内箱はフライディジのロゴだけの真っ黒な箱ですね。こちらがフライディジ Apex 4です。こちらは USB Type A to C ケーブル。その下には USB Type A のドングルが入っています。この手前の白い包みにはカスタムライトパネルが作れるセットが入っています。後で作ってみたいと思います。あとは取扱説明書が入っています。説明書は英語と中国語で記載されています。交換用スティックはグリップが黒で高さの違うものが2セット入っています。内容物はこんな感じです。まずApex 4の一番の目玉、スティックを見ていきましょう。購入する前からすごく気になってたんですよね。スティックのこの部分、見たことがない形状をしていますね。なんでも革新的なホイールハブベアリング構造によりドリフトが発生しにくく、強力なセンタリングを実現する合金製フォースアジャスタブルフォールエフェクトスティックとのことです。なんだかすごいですね。そしてさらにスティックテンションの調整ができるんです。D パッドとスティックを引っ張って外すと、このクリアのカバーが外せます。カバーはマグネットでくっついているので、外すときに傷ついたりしないのが嬉しいです。このスティックの横にあるネジでテンションを調整します。ネジを回す工具はここに収納されていて、この部分もマグネットになっていますね。これでここを回すとテンションを調整できるのですが、どのくらい回したかがわかりにくいですね。この白い部分にメモリがあって、このメモリとネジの下の部分の位置を目安にするといいみたいです。今はちょうど真ん中のメモリの位置になっていますね。試しにプラスの方向に限界まで回してみると、ここでストップします。一番下のメモリになりましたね。スティックの硬さはめちゃくちゃ硬いです。ちょっとこれは笑っちゃうぐらい硬いですね。硬さを測る機会がないので数値化できずお伝えしにくいですが、長時間ゲームしていたら親指の付け根が筋肉痛になりそうな硬さです。逆に左スティックは一番マイナス方向に回してみましょう。一番上のメモリの位置で止まりますね。こっちはめちゃくちゃゆるゆるになりました。このようにブルンブルンで大暴れしてますね。これだけテンションの振り幅があれば、必ず自分に合った硬さに調整できますね。とっても面白い機能です。Apex 4のもう一つの特徴といえば、この部分に搭載されているディスプレイですね。電源をオンにすると、こんな感じで光ります。ホームボタンを長押しすると、
このようなメニューが表示されます。はじめは中国語になっていてわかりにくいので、歯車マークのこの言語のようなところで英語に変更しました。コネクトでは接続デバイスを切り替えることができ、パソコンにはドングルか Bluetooth で接続かを選べます。ボタンマッピングのトリガーモードでは、トリガーのモードを切り替えることができます。モードを切り替えると、トリガーの感触が全く違うものに変わります。レースモードでは重たい押し心地になったり、スナイパーモードでは途中で一回引っかかってぐっと押し込めるような押し心地になったり、トリガーロックではトリガーの深さを3段階に切り替えることができます。トリガーに搭載されているモーターがトリガーを押す力と反発するように働いて、トリガーストップの役割を果たしてくれます。トリガーストップをオンにしても力を込めてグッと押し込むと一番下まで押し込めます。これがちょっと気になるところですね。後で実際にゲームをしてみて使い心地を試してみたいと思います。ボタンエディットでは背面ボタンの割り当てや連射の設定ですね。コンフィグスイッチはソフトウェアで設定するプロファイルの切り替えのようですね。セッティングではディスプレイの明るさを変更したり、振動の調整をしたり、Apex 4がスリープになる時間を変更できます。コントローラーで各種設定ができるものは他にもありますが、いろんなコントローラーを使用していると、どのボタンで設定するんだっけと忘れてしまうことがよくあるので、このディスプレイはめちゃくちゃ簡単でわかりやすくていいですね。とっても気に入りました。Apex 4はコントローラーのディスプレイでも細かい設定ができますが、専用のソフトウェアでもっと細かい設定が可能です。例えばトリガーロックは液晶では3段階の変更でしたが、ソフトウェアだと1から200でトリガーの深さを変更できますね。他にも4つのプロファイルを作成、背面ボタンの割り当てやボタンのマッピング、マクロの設定、スティックのデッドゾーンと反応曲線の設定、モーションセンサーの設定、トリガーの設定、LED の設定、振動の設定などをすることができます。より細かい設定をしたい方にはソフトウェアが必要ですね。Apex 4の外観はこんな感じです。ホワイトとシルバーカラーにブルーのアクセントカラー、表面の少しマットなクリア素材。おしゃれなコントローラーですね。別売りの充電ドックに乗せるとこんな感じです。この充電ドックは Apex 4、Apex 3、Vader 3 Pro、Vader 3に対応しています。かっこいい充電ドックですが、こちらは日本未発売なのでアリエクで購入しました。A、B、X、Y ボタンはつるっとしていて少しだけカーブのある形状で Xbox 配列になっています。ボタン表記が目立たないカラーですね。ボタンサイズは約 9.9mm。押し心地はカチカチとクリック感のあるマイクロスイッチでとてもいい押し心地です。スティックの直径は約 18.3mm。縁に溝があり、中心がへこんでいる形状です。押し込みボタンはしっかりクリック感はありますが、音は静かですね。
ちなみに交換用スティックのカラーは黒でした。直径や高さはこんな感じです。デフォルトで搭載されているものは一番高さが低いスティックです。フリークが付けれるか試してみましたが、私が持っているプロフリークとコントロールフリークの PS5、PS4 用、スイッチ用、Xbox 用はどれもサイズが小さくて付けることができませんでした。Apex 4はスティックの直径が少し大きめのようですね。D-PAD はフライディジ自社開発による8方向ハイブリッド D-PAD。直径は約 25.8mm です。カチカチとクリック感の気持ちいいタクタイルスイッチになっています。上部の外観はこんな感じです。カチカチとクリック感のある LB、RB ボタン。トリガーの重さや感触を設定できるフォースフィードバックトリガー。それぞれのボタンにはザラザラの滑り止めが搭載されています。背面はこんな感じです。背面ボタンは押しやすい位置にありますが、しっかりクリック感があるので、誤って押してしまう心配はなさそうです。グリップはこんな感じです。ゴム素材でとても滑りにくいですね。握り心地は私には少し大きいかなと感じます。プロコンと比べてみると握り心地はだいぶ大きいですね。手の小さい方には少し大きく感じるかもしれないですね。サイズは横幅約 15.5 センチ、縦幅約 10.5 センチ、厚さ約 6.5 センチです。プロコンと比べてみるとこんな感じです。重さは約 327g です。300g 超えでかなり重量感があります。対応機器は Nintendo Switch、Windows、Android、iOS です。接続方法は有線接続、Bluetooth 接続、付属のドングルを使用しての 2.4GHz 帯の低遅延の無線接続です。対応モードは X インプットモードと D インプットモードです。ポーリングレートは有線接続、無線接続、両方とも約 1000Hz です。有線のみ 1000Hz はありますが、無線でも約 1000Hz なのは優秀ですね。1500mAh の大容量バッテリーが搭載され、約3から4時間の充電で約20時間以上の使用が可能です。ソフトウェアでスティックのデッドゾーンをゼロにしてスティック感度を調べてみました。上下左右しっかり反応しますね。違和感、遅延は感じられません。ぐるぐる回してもぬるぬる滑らかに動きます。ほんの少し傾けてみてもしっかり反応します。ソフトウェアで設定した通りデッドゾーンはゼロになっているようですね。次はパソコンに有線接続してゲームパッドテスターで調べてみました。こちらも問題なさそうですね。しっかり反応し、滑らかなスティック感度です。ほんの少し傾けてもしっかり反応してくれます。スティック感度に問題はなさそうです。ジャイロ感度をスプラトゥーン3で調べてみました。左右はすごく反応がいいです。上下はほとんど手の動きと同じですかね。左右の感度に比べると上下の方が若干重たいのかなという気がしましたが、以前紹介したフライディジのベイダー3 Pro もジャイロ感度は十分良かったですが、それよりも Apex 4の方が感度がいい気がしました。
実際にスプラトゥーン3をプレイしてみました。トリガーロックは液晶で一番マイナスに設定しました。ボタンの操作感や握り心地、ジャイロ感度はいいので、普段と変わらず違和感なく操作できるのですが、トリガーロックで一番浅いトリガーにしても、ちょっと力が入るとトリガーを一番深くまで押し込んでしまうので、武器によってはめちゃくちゃ操作しづらかったです。シューターは比較的快適に操作できたのですが、矛所やトライストリンガーなどの溜めて撃つ武器だと一番深くまで押し込んでしまいますね。しかもモーターが反発してトリガーロックがかかっているので、トリガーが重く操作しにくかったです。私はトリガーロックをせず、ノーマルのトリガーの方が操作しやすく感じました。気になったのはトリガーぐらいで、その他はとても快適に操作できました。パソコンに有線接続して FPS の X ディファイアントや TPS のフォートナイトをプレイしてみました。ちなみにスティックのテンションは柔らかめに設定してみました。フォートナイトでは Apex4 のモーションセンサーをオンにしてプレイしています。こちらもはじめはトリガーロックをオンにしてプレイしてみましたが、私はどうやら力を込めてトリガーを押しているようで、ちょっと Apex4 のトリガーロックが合わなかったですね。FPS や TPS の時はトリガーは浅めが好きなので、この点は残念でした。力を込めずにトリガーをクリックしている方には便利なロック機能だと思います。こちらも気になるのはトリガーだけで、その他に気になる点や違和感はなかったです。仲間がゾーン B を目指している。グレネード、マガジンを交換する。援護。カスタムパネルが付属されているので、オリジナルパネルを作ってみましょう。パネルのシルバーの部分をこのピンで削って文字などを書いていきます。もしミスってしまっても、パネルは4枚付属されているので安心です。パネルができたらここに入れて、完成です。自分専用という感じがして、より愛着が湧きますね。でもこれ、めちゃくちゃ難しいです。Apex4 を購入した方は、ぜひチャレンジしてみてください。今回は、ついに日本発売されたフライディジ Apex4 をレビューしてみました。フライディジ Apex4 のいい点は、スティックのテンションを変更できる。コントローラーに搭載されたディスプレイで簡単に各種設定が可能。トリガーロックでトリガーの深さが変更できる。マイクロスイッチでボタンの押し心地が気持ちいい。カスタムパネルでオリジナルパネルを作成できる。少し残念な点は、コントローラーが重たい。握り心地が少し大きい。トリガーロックが惜しいところでしょうか。トリガーロックはいい点でも残念な点でもありますね。トリガーロックがついているのはとても嬉しいですが、ぐっと押し込みができないくらいの強度だともっと安心だなと思いました。今回紹介した商品のリンクは概要欄に貼っていますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。